この辺りに武装して、はしご進展を開始したいと思います。天井付近を開口部終わったので、一気に天井に放水をすることで、排出する。救助者女性1名発見。これより脱出。皆さんこんにちは、リサです。今日は救急資機材の取り扱い訓練をしてるんですけども、出動指令来ましたね。消防署で救急活動の訓練をしてたんですけども、倉庫火災の指令が入ってきたので、防火員に着替えて、今回ははしご車で現場に向かいます。前回まではこのファイヤーコールアウトというプラグイン無料版だったので、火を消すときは消火器しか使えなかったんですが、今回からいよいよ念願のホースを使えるようになりました。まだ他の隊員が防火員に着替えてるところなので、少しちょっと車庫の前に出して、こちらで待ちたいなと思います。来ましたね。どうするときのシーン。全車赤色灯焚いてかっこいいシーンですね。上準備よし。消防車出動します。止まってお待ちください。消防車出動します。消防車右へ曲がります。そのままお待ちください。ありがとうございます。おっと、危ない。止まるんかい。消防から倉庫火災出動中の各隊へ、現場にあってはナビポイント確定。エリシアンとこちらの花火工場にて火災との911レポート。なお逃げ遅れ1名ある模様。消防車が進行を進入します。止まってお待ちください。使用者は車体が大きいので運転に苦労します。で、助手席とかパソコンが置いてあったりとか、あとハンドル周りが非常に細かく描写されてて、かっこいい車両になってますね。画面が見えてきた。結構激しく炎症してるなぁ。現着防屋上より、ルーフ開放して内部の温度を下げよう。臨港位置に現着同時、巡隊か非木造建物1階、目視約3000平方メートル全面燃焼中、危険物火災特別第2出場を要請する。臨港位置から各隊へ支援情報を送る。現場は花火工場の模様、爆発の危険性あり、各隊は活動にあっては十分留意せよ。以上。この世界も帰宅ラッシュの時間帯になってきたので、車両の通行量が増えてきましたね。消防車左へ曲がります。対向の方お待ちください。消防車左へ曲がります。対向の方お待ちください。車体が大きいので結構取り回しが大変ですね。工場からの火災ということで黒煙が不気味に上げてますけども、結構燃焼スピードが速そうですね。工場火災とか倉庫火災とか、ちょうど我々が電着して侵入する頃に、可燃性のガスが天井付近に溜まるんですね。で、この可燃性ガスがちょうど侵入時に爆発的な燃焼を起こすフラッシュオーバーという現象につながれまして、で、今回ちょうど時間が経ってるので、我々はしごで屋上に侵入して、天井を破壊して内部のちょっと温度を下げたいなと思います。こういったはしご車って図体が大きいので取り回しが結構大変です。この辺りに武装して、はしご進展を開始したいと思います。おー、花火が爆発してる。結構活動危なそうですね。ラッシュオーバーのリスクを下げたいんですけども、今爆発した箇所に、水をかけたらちょうど水が当たりそうなので、一旦放水をして内部の温度を下げたいなと思います。
れくらいで温度が下がったと思いますので、屋上に端っこ進呈をして、相当温度は下がってきたと思うんですけども、このまま屋上に侵入して、屋上を破壊をして、で、今ちょうど正面から放水をしてるので、ちょっとこの天井の破壊したところが排気口みたいになって、内部の熱煙が一気にこう排出されるんですね。今、他の消防隊に、ホースを中継していただいて、水を送ってもらうんですね。で、このはしご車からホースを延長して、で、屋上に侵入して天井に穴を開けます。で、そこで、一気に排気口になるんですけども、必要に応じて水をかけたり、で、屋上も延焼してるようなので、活動上、障害となる炎は、叩いて、で、天井に開口部をつけるところまで一気に侵入したいと思います。ピザ台屋上侵入開始。屋上もやはり延焼してましたね。ホース持ってきてよかった。全体着水します。水の圧力、もう少し上げようかな。で、フード放水して、ちょっと熱いので、熱を下げながら侵入していきます。おっとっとっと、花火が爆発しますね。で、これで炎を叩いたので、開口部を作りたい場所まで一気に進みたいなと思います。で、こういった針の部分を通ることで、穴が開かなくて、安全に行けます。で、この辺りにちょうど開口部を作って、そうすると一気に煙がここから排出されます。安全管理の指揮隊長も来られましたけど、天井部の破壊に成功したので、これで、先ほどの正面の方から侵入できるかなと思います。で、このファイヤーコールアウトと呼ばれるプラグインは非常に優秀で、今、屋上をベントしたんですけども、あれベントしないと、1階から正面入るとき、煙がすごくて、視界が悪いんですよ。で、天井を破壊して開放することで、しっかりと視界が確保されるという、そういうのも反映されるようになってるんですね。結構このあたり非常に、優秀なプラグインかなと思います。結構この視界がクリアになってますね。で、これ、さすがに温度の設定まではないんですけども、消防隊実際入るときに、温度も下がってるので、これで人命救助なので、屋内侵入が可能となります。で、今回ちょっと放水圧力を高めにして、一気にちょっと進んで、要救助者を発見したいなと思います。前回林園火災の時は、消火器では直接火を叩けというお話をしたんですけども、今回天井付近を開口部あったので、一気に天井に放水をすることで、この気圧差で、一気にその開口部から、熱、煙が出るようになってるんですね。なのに天井に噴水したわけなんですけども、この後に小隊の隊員がですね、今、侵入していて、ちょっと熱で熱そうだったので、ちょっと援護放水をしてます。で、あんまり水かけると、実はこれ炎から帰ってきたやつって結構熱湯みたいに帰ってくるので、逆に危なかったりするんですけど、結構隊員危ないところにいるので、こういった時は噴放水をします。で、一番炎上してるものに、かけたりとか、で、今回内部のトラックがあるので、燃料に行かせると危険なので、車両の温度を下げつつ、で、侵入のこの障害となる炎を叩いて、侵入経路をどんどん作っていきます。車両にも少しちょっと水をかけて温度を下げたので、すぐに引火する危険はないかなと思うんですが、ちょっと花火がどんどん、正面の花火が破裂してるので、まずそれを叩きます。これでだいぶ侵入経路が開いてきたので、このまま消火活動を継続できるんですけども、今人命救助を最優先で活動してるんですが、要救助者の、姿が見えないですね。このまま炎を叩いて、ちょっと火勢をどんどん抑えていきたいなと思います。その前のところ近づいて爆発巻き込まれたら、ちょっと危なそうですけど、ちょっとこの辺り出火元かもしれないですね。
ちょっと、結構叩いてるんですけど、なかなか鎮圧消せないですね。あれ、今ちょっと一瞬要救助者の姿が見えたんですけど、あ、これ味方の隊員、要救助者の元にいたんですね。なんか暑さで侵入できなくて、へばってるのかと思ってたんですけども。死後101から現場宿本部、要救助者女性1名発見。これより脱出、救助します。どうぞ。内部侵入した時、この要求の姿なかったですよね。もし見えてたら、あと隊員が声をかけてくれたら、あちらを優先に侵入してたんですけども、ちょっと描写ができてなかったので、セオリー通りの侵入方法をしました。こちらの我々の消防署の指揮隊舎の後ろにですね、要救助者を置きまして、ちょっと観察実施したいと思います。表面上の様子は火傷とか熱傷はなさそうなんですけども、ちょっと長時間いたので移動熱傷の疑いが強いですが、今このゲームで観察中のモードになってるんですけども、バイタルなどのサインがちょっとバグで表示できなかったですね。なのでこのまま CP 状態ということで CPR 実施したいと思います。呼吸確認。呼吸なし。胸骨圧迫開始。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。これね、胸骨圧迫するとき、つまり心臓マッサージするときって、1、2、3、4、5ってカウントされるときもあるんですけども、リズムが取れるのであれば何でもいいです。あ、脈触れましたね。呼吸再開。ちょっと傷病者の方の人的情報を取りたいと思います。間違えて招待の隊員の情報が出てきましたね。はい、ありがとうございます。13歳女性、意識鮮明。気管に引き継いで、気道熱傷の疑いもあるので、病院に搬送しましょう。今、救急隊を要請したので、ちょっとホースが置くことができないので、この消防署の後ろだとホースを片付けることができるので、ここからちょっとホースを取って、また内部侵入したいと思います。で、今、ボンベの空気をですね、充填する作業をしまして、これでボンベの残圧もマックスとなりました。で、この救急バッグは味方に片付けていただくとして、大隊長、再度内部侵入開始します。人的情報で要救助者1名の逃げ遅れがあったんですが、今救出したので、ここからは、火災制御に入りたいと思います。面体着想。ちょっと何が燃えてるかわからないので、一応水をかけて温度を下げたいんですけども、そんなに炎症危険ないので、温度を下げて、ちょっと右側の激しく燃えてるところ、おそらく出火元かと思うのですが、そこをちょっと叩きたいなと思います。で、このように先ほどしたように天井付近に溜まった熱ですね。この気圧差を利用するために放水するんですけども、このように天井に水をかけると、全体的な熱が下がったり、気圧差で一気に配置ができたりするんですが、大雨の時に一気に風吹くのと同じような原理で、要はこの気圧差で一気に風を発生させて排出することができるんですね。炎を叩いたので、他の部分は消防隊に消火を引き継ぐとして、で、藁で一旦脱出をして、で、また屋根の開口部を作って、内部の熱を逃したいなと思います。で、この辺り車両とかもあったので、ちょっと熱を下げつつ、
山パの消防隊も侵入しやすいようにして、で、屋上に入りたいなと思います。再度屋上に侵入していきます。で、一般的なビルとかだったら、コンクリートでしっかりしてるんですけど、こういった工場とかトタンになってる屋根の脆いところ、こういったところは、天井の頂点とか、梁の部分ですね、通っていくことで、底抜けしないので、安全に、屋根を進むことができます。ちょっと爆発してきましたけど、工場火災だと、こういった不意に爆発をしたりするので、より安全管理を徹底しないといけないんですが、この辺りちょっと開口して、熱を逃がして、内部の消防隊が活動しやすくなりますね。熱気で結構入れないってことはあるんですけど、いかに熱を出すかっていうのは、この消防隊が侵入するときのポイントとなります。来た道を順に進んでいくんですが、このように針の音、爆発の描写がありましたが、ノーダメージでした。結構活動は激しかったので、ボンベの弾圧がちょうどかなりになりましたね。このゲームすごくよくできてるのが、このボンベの弾圧も、激しい運動すればするほど早く減るというのが反映されるようになってるので、そのあたり結構リアルですね。時の下場によってボンベの持ち時間って、全然変わるんですよ。この、拡張されたゲーム機能なんですけども、国内だとよく救助隊が持ってるサーモグラフィーですね。これを装備することができて、今サーモグラフィーを装備したんですが、これを持って使うと、一気に熱源を確認することができるんですね。今ちょっと手元に持ってるんですが、このようにサーモグラフィーを使うことができます。ただ今これを起動すると、実はゲームごとクラッシュしてしまうので、手に持って当ててるという、ちょっとままごとみたいですが、熱源を確認してます。イメージとしてはこういう感じで、熱源を表示することができるようになってます。やっぱり暑そうなので、少し水をかけて、冷ましておきたいなと思います。こういったドラム缶もですね、結構熱々になってるので冷まして、で、こういった燃えてる中にあった木箱とかですね、本来であれば消防隊がどんどん外に持っていくんですけど、ちょっとこうやって解体をして、中に水をかけたいなと。ただこれ、解体の描写がないので、蓋の上から水をかけてます。あれ、さっきの要求の方まだおられる。こっちじゃなかった。アメリカの救急制度って非常にこの、日本みたいな医療点数制度がないので、医療費が非常に高いんですよね。なので、この救急搬送を拒否される方って結構多いとは聞くんですけども、今2つの設定を解除したんですけども、1つは、死亡者のエンジンを、走行するための駆動からポンプを動かすために動かしてたところ、この切り替えを変えたのと、で、そのポンプに水を送ってもらうための応援の消防隊からの水の中継、で、これを解除したと。今そういった操作をしました。で、隊長、はしご招待撤収準備入ります。こういった消防車と連携をして、ホースをつないで水を中継してもらうことで、はしご車とか、屋内でホースから放水ができるようになってます。帰りたいと思いますが、ちょっと救急隊来ましたね。救急隊が使ってるストレッチャーも、ちょっとカスタムできることに気づいて、
で、次回の動画からはこのストレッチャーから程遠いものなんですが、本当にリアルなストレッチャーになったので、次回もお楽しみください。今私気づいたんですけど、おっと、ぶつけられた。このはしごを伸ばすときに、アウトトリガーって言って、要はこの支柱を出さないと、はしごを伸ばしたときに倒れちゃうんですけども、そのアウトトリガーを出すのを忘れて展開してましたね。まだちょっとゲームの仕様に慣れてません。またぶつけられた。ちょっと、進路を邪魔してるみたいなので、交代しましょう。ファイヤーチーフ、いわゆる指揮隊ですね。消防の隊長さんが乗ってくる車両が、今黒の FBI の車両になってたんですけども、今左に出てきた車両ですね。この車両も変更できることに気づいたので、こういった車両ですとか、味方のコスチュームをどんどん変更していって、消防活動をよりリアルなものにしていきたいなと思ってます。このはしご車、めちゃめちゃかっこいいんですけども、結構車体がかっこいい。すごいいいシーン、これ。結構図体が大きくですね、取り回しが大変なんですけども、このコールアウトと呼ばれるプラグインに私も操作が慣れてきたので、次回は非常に濃い消防活動の動画にしたいなと思ってます。